Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は可愛い文字で手帳を彩る3つのコツをお届けします。手帳をもっと可愛く書きたい、特に文字を可愛く書きたいと思っても字がうまく書けなくて自分の文字が嫌いになった経験はありませんか？手帳に書き込むとなんだかちぐはぐな印象になって、こんなはずじゃなかったのになぁと悲しい気持ちになったことが私にもたくさんあります。でも大丈夫です。今日はそんなお悩みを解決する3つのコツをご紹介します。字に自信がない方でも安心して取り入れられるアイデアばかりです。ということで早速行ってみましょう。新しい手帳を使うタイミングとか、綺麗なノートを使い始めるようなワクワクするタイミングで、今回こそは綺麗に使いたいと思うことがあっても、文字を書くとなぜかワクワクがなくなっていく。私自身何度も悩んできました。でもある日ふと気づいたんです。完璧を目指すんじゃなくて、自分が楽しめる方法を見つければいいんだなぁと。そこからは小さな工夫を取り入れながら少しずつ手帳が可愛くなって書くのがどんどん楽しくなりました。今日は私が試行錯誤の中で見つけたこれだけ押さえれば大丈夫という3つのコツを皆さんにシェアします。比べるのは他人ではなく昔の自分。では早速1つ目のコツから見ていきましょう。まず最初のコツはグリッドのある手帳を選ぶです。手帳の種類ってたくさんありますよね。無地とか罫線、ドット、そしてグリッド。その中でも私が特におすすめしたいのがグリッドタイプ方眼の手帳です。どうしてグリッドがいいのかというと、見た目を整えるためのガイドになってくれるから。グリッドならマス目を目安にして文字を配置するだけで、いつもの文字も簡単に可愛い文字に近づけることができます。ほぼ日ウィークス手帳の場合、前のページのグリッドがこんな感じでうっすら見えているので、無地のページも気持ちよく使えます。ではちょっと比べてみましょうか。何もガイドとなるものがない無地のノートとほぼ日ウィークス手帳。まずは無地のノートに文字を書いてみますね。私の場合は無地のノートに文字を書くとどうしても文字が傾いたり、全体の配置が不自然になります。漢字、ひらがな、カタカナ。こうして見ると文字の位置がバラバラで少しガタガタに見えると思います。文字の高さとか感覚ってすごく大切ですよね。では続いてほぼ日ウィークス手帳に文字を書いてみましょう。使うグリッド2列を決めたら、できるだけ同じ大きさになるようにいつもの文字を調整します。可愛い文字になるように少しぷくっと風船のように膨らみのある文字を意識して、グリッドがあると自然に文字の形が意識できるようになります。ちょっと縦長になりがちな文字もグリッドの手帳を使うことで少し可愛い文字に近づきました。次のコツはペンの持ち方と姿勢です。そんなことと思うかもしれませんが、実はこれ字を可愛く書くための基本中の基本。親指と人差し指の間に軽く置いて、薬指や小指で少し支える感じ。これを意識するだけで線が滑らかに引けるようになります。ペンをぎゅーっと握りしめていると線がガタガタになるので、ペンを優しくつまむように持ってみてください。さらに姿勢も重要です。くねっと猫背になっていると腕の動きが制限されて、綺麗で可愛い文字が書けなくなることがあります。背筋をピーンと伸ばして、ペン先が見やすい角度で手帳を置くと手の疲れも軽減されるし、整った文字に近づけることができます。ペンの持ち方とか姿勢についてお話ししましたが、
自分の文字ってペンとか紙によってもなんとなく見た目が変わるというか、文字の形に納得できたりできなかったりすることありませんか？私の場合、ペンと紙の相性によってあれ、いつもの文字となんか違うなみたいな感覚になることがあります。これは結構大きな影響がありますよね。同じ文字でも可愛く見えたり見えなかったりするので、手帳や文房具を楽しみながら少しずつ書きやすいペンと紙の組み合わせを見つけるのも面白いかもしれません。あと、ペンの太さでも文字の印象がガラッと変わるところが重要なポイントです。細字のペンだとどうしてもすっきりと洗練された印象になって大人っぽい雰囲気になるので、可愛い文字というよりも美しい文字に仕上がります。逆に少し太めのペンを使うとポップで可愛い文字に近づきます。使っている手帳やノートの紙質をチェックして自分の好きなペンの太さや種類を調べたり使い分けてみましょう。私もまだまだ試行錯誤中ですが、少しずつこのペン書きやすいとか、この組み合わせ好きという発見が増えてきました。一緒にもっと手帳を書くのが楽しくなる工夫を見つけていきましょうね。この5本は特にお気に入りの黒ペンです。可愛い文字を書けるようになりたいと思っても、いざ手帳に書こうとするとうまく書けなかったらどうしようって緊張しちゃうことありませんか？いきなり本番ページに書くのがちょっと怖いというか、汚くなるのが嫌で結局使わないままということもありますよね。そこでおすすめなのが小さい手帳やノート、メモ帳を練習用として使うことです。いろんなペンも気軽に試して、まずはどんどん書いてみましょう。最後にご紹介するのは手帳テンプレートでガイドを作るという方法です。これは特に自信がない時におすすめのテクニック。手帳テンプレートを使うことで自分の文字が少し可愛く見えてくるって感じ。100均とかにもいろんな種類がありますよね。グリッドの手帳とかガイドのない手帳を使っていても、手帳テンプレートがあるだけで文字の配置が整ってバランスよく可愛く書けます。私もいっつも使っていますよ。短時間で可愛いページが完成するし、こういう小さな工夫を取り入れるだけで手帳を書くモチベーションがぐーんと上がります。可愛い文字を書く、意識するときに意外と大切なのが余白です。可愛く書きたいのにページ全体を見るとごちゃっとして見えることってありませんか？文字と文字の間隔や余白の取り方で見た目の印象がガラッと変わります。手帳テンプレートを活用すれば余白を作る位置が自然とわかるし、中心線がイメージできるので、すっきりとした手帳レイアウトになっておすすめです。余裕がある場合はマーカーなどでデコレーションするとさらに可愛い仕上がりになりますよね。自分の文字に自信がないとうまく書けなかったらどうしようと思ってしまいがちですが、テンプレートがあればここに書けば大丈夫という安心感が生まれるので、もっと気軽に手帳を楽しめるようになります。そして何度かテンプレートを使っていくと、こうすると可愛く見えるかもという発見があったり、必ず自分なりのルールが出てくるので、どんどん文字やレイアウトのバランスが良くなっていきますよ。いつもと同じ自分の文字なのになぜか可愛く見えてしまう手帳テンプレート。いろんな種類を試してみましょう。もしも手帳テンプレートがない場合は、マーカーをガイドにする方法もおすすめです。マーカーってデコレーション用のアイテムと思われがちですが、実はガイドラインとしてもとっても優秀なツールです。定規とかテンプレートと違ってきっちりとしたガイドは作れませんが、マーカーを使ってふんわりとしたガイドラインが作れます。自由度が高く柔らかい雰囲気のレイアウトが好きな方は、マーカーをガイドにして文字を入れ込むのもいいかもしれません。お気に入りのステッカーとも相性抜群。マーカーのナチュラルな雰囲気にステッカーの可愛さをプラスすることで、文字もデザインも全てがもっと魅力的になります。見出しやタイトルなどをもっと可愛く。ワンポイントでステッカーを添えると一気に華やかさがアップしますよね。
こういうのんびりとした動物ステッカーは1枚あるとページの雰囲気を柔らかくしてくれて本当に大好きです。あとはいつも通り文字を書き込むだけ。漢字よりカタカナよりひらがなを多めにすることを意識するとさらに可愛さがアップします。今ご紹介している方法で自分の文字がすぐに可愛くなるわけではありませんが、こういうちょっとした工夫とか楽しい気分でいろいろと試していくうちに自分なりの可愛い文字というものが発見できるかもしれません。嘘だと思ってぜひやってみてくださいね。マーカーでちょっと色を添えてみよう。お気に入りのステッカーと組み合わせてみよう。そんな小さな工夫が積み重なるともっと手帳を書きたい、楽しみたいという気持ちがどんどん湧いてきます。私もまだまだ練習中ですが、皆さんと一緒に可愛い手帳作りを楽しんでいきたいです。ちなみにこれはマーカーの幅に合わせて文字を書いたページです。こういう使い方もおすすめ。今回は可愛い文字で手帳を彩る3つのコツをお届けしました。グリッド手帳の便利さ、ペンの持ち方と姿勢、そして手帳テンプレート活用術。どれも簡単に取り入れられる方法ばかりだったと思います。手帳はただ予定を書くだけのツールではなく、自分らしさを表現できるキャンパスでもあります。もし今日の内容が参考になったら、ぜひコメント欄で感想を教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。